皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日は絶対みんなが大好きだと思うクイニーヤマン、こちらに挑戦してみたいと思いますと言いたいところなんですけど、絶対とかそんな軽々しく言ったらあかんとかうちの夫がいろんなものを見るたびにもうこんなん絶対とかって分からへんからみたいなすごい言うんですけどいやそりゃそうやな、いろんな可能性あるもんなと思ってだから皆さんも軽々しく絶対とか言わないようにしてください気をつけてください。世の中に絶対に厳しいおじさんおばさんいるんで気をつけてください。ということで結構みんなが好きなんじゃないかなっていうクイニーヤマンを今日は作っていきたいんですけれども、やっぱり難しいじゃないですか。で、ただね、そんなひよってたっていつまでも作れないでしょ。だからいけるもうやってみなわからん、いけるっていう気持ちでいきたいところなんですが、正直なところね、そのメンタル精神論だけでどうにかできたら何にも苦労しないんですよ世の中そんなに甘くないということで今日私いろいろと下調べ勉強してまいりました。まずもうここまで来てしまったんですが、デニッシュ生地を今日は作っていこうと思います。で、折り込みはもうしません、難しいので。なのでバターを塗り塗りして、あとくるくる巻いていくっていう作戦を取りたいんですが、さっき4分割しましたね。で、4つ今日作るんじゃなくて、パンは8個作ろうと思います。だから今これ伸ばしてる1枚で2個パンができる感じですね。っていうことはこれを4回やるんですかって言われたらそうですね4回やりますね。だからめんどくさいと言われれば間違いなくめんどくさいですね。なので今日私ちょっとやりたいことがあるのでこうやって分割したんですけど、大きくもう1個ドーンって広げてバター塗り塗りしてこの今やってるようにくるくるするっていうやり方でも全然いいかと思います。以前カスタードクリームロールパンみたいなのを私作ったんですけど、それのバターバージョンで作られても全然問題ないと思います。ただちょっとやりたいのでくるくると4回やっていきますが、ちょっとねやっぱりなんていうんですか、バターでツルツル滑るのでちょっとゆっくり丁寧になんかこう空気が入っちゃうような感じになるんですが、ゆっくりやっていきましょう。さっき精神論ではどうにもならんって言いましたけど、たまにはね、でも声出したらなんか意外にいけるみたいな時はありますけどね。ただそれは少ないということではい、もう今やってたら、巻き終わりました。で遠いなちょっと遠いから手前にちょっと持ってきますね持ってきて、閉じ目をこうやって閉じていくんですけど、ちょっとねバターを端っこまで塗っちゃうとさすがにトゥルトゥルとして閉じれないので、そこだけちょっと注意って感じですかね。で、皿粉をかけてラップをして1時間待っていこうと思います。やっぱりクイニーヤマンの難しいポイントってここなんじゃないかなって何気にちょっと思ってて、キャラメリゼを作る部分になるんですけど、型にこれでもかってくらいバターを塗ってこれでもかってくらいお砂糖を皆さんかけてたので、ちょっと真似してやってみました。で本当はねなんかイングリッシュマフィン型みたいなので焼けばいいみたいなんですが、持ってないんでちょっと今日は100均のマドレーヌ型でやってみようと思います。ということで1時間経ったのでカチンコチンになってます。これをね今日今日やりたかったのはこっち側に切るとパカーンと、でこ
これをさらに巻いていくんですね。で2種類ちょっと巻き方やりたいので、まずその1個目なんですけど、このジャミジャミの方をこうなんていうんですかね、外側に巻く感じで渦巻きを作っていくと、そうですね、こんな感じで、なんか層の数は変わってないですけど、なんかパリパリ感増えそうかなと思ってなんかね、海外の方がやられてたんですよ。別に日本の方もやられてるかもしれないですけど、見かけたのでちょっとこれをやってみたかったんですね。でポンとさっきの方に置くと、これが1個目で、2個目なんですけど、今度はこのジャミジャミの方をずっとこう同じ向きに向けて巻いていくと、そうですね、こんな感じでやっていくと。でクニヤマンの上下問題あるかなと思うんですけど、私ね、このパンのお尻の方になる部分をキャラメリゼの部分に置いちゃいましたが、反対の方がいいのかな、綺麗になる部分をキャラメリゼに置いた方がいいのかな、ちょっと皆さんお好みでやってみてください。ということで1時間経ったんですが、ちょっとね渦巻きが爆発しそうな気がしましたので、ちょっとだけ抑えていこうかなと思います。で牛乳を塗って、焼いていきたいと思います。スルスルスルとやって高めの温度で焼いてみました。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。いや天板変わってますやんってなりますよね。そうなんです。なんかね、途中全然なんかそのキャラメリゼができなくて、ちょっとね天板を変えまして、ちょっといろいろ試行錯誤やって、こう強い日が来るようにとにかくしました。ということでまあできよ、結局できたかどうかよできましたそうでもね、やっぱりね、いろいろやって焼きすぎた結果焦げちゃいましたね。焦げちゃったやつもあるんですが、こっちがね成形その1でやった方の巻き方ですね。こんな感じになりました。でこっちが成形その2で巻いた方です。全然違いはないですね。でやっぱりこのお尻をキャラメリゼじゃなく、ちょっと着てみますね。はい、なんかこんな感じで美味しそうです。綺麗な方をキャラメリゼの方でも良かったかもしれないですが、まあいいでしょう。いただきます。なるほど美味しいです。クイニーアマンの味がします。なんかさ、フランスよりか日本よりかってなんかパンの中で歩くないですか？あれで言うと結構フランスよりなんていうのかな滝川クリステルぐらいフランスより結構寄ってるなみたいな感じの味がします。ただね、反省点はやっぱり焼きすぎちゃいましたね。長い時間焼いちゃダメですね。高温で短時間でさっと決めれればよかったんですが、それは次回の反省点ということで、ただ初めてにしてはうまくいったんじゃないでしょうか。もうそう言い聞かせましょう。うまくいきましたということで、皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかということで、本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。